なぜ二宮尊徳は宝徳思想を説いたのか。道徳と経済を結び直した人。二宮尊徳という名前を聞くと、焚き木を背負い本を読む少年の姿を思い浮かべる人が多いかもしれません。けれど尊徳が本当に向き合っていたのは美しい教訓ではありませんでした。貧しさ、荒れた土地、未来を描けなくなった村。どうすれば人はただ生き延びるのではなく暮らしを続けていけるのか。今日は二宮尊徳を努力の象徴ではなく暮らしの思想を作った人として静かに見つめていきます。尊徳が見ていた現実。尊徳が生きた江戸後期、多くの村はすでに限界に近づいていました。田畑は荒れ、人々は借金を抱え、明日の暮らしさえ見通せない。祈るだけでは村は戻らない。しかしお金や効率だけを追いかけても人の心はついてこない。尊徳はその両方をはっきりと見ていました。宝徳思想とは何だったのか。尊徳がたどり着いた考え方、それが宝徳思想です。宝徳とは受けた恩を次に返していくこと。自然から受けた恵み、社会から受けた支え、先人から引き継いだもの、それらを自分の代で使い尽くしてはいけない。未来へ返していく責任がある。これが宝徳思想の中心にある考えでした。道徳と経済は切り離せない。尊徳は働くことを重んじました。しかしそれはお金のためだけではありません。働く、蓄える、分かち合う、次へつなぐ、この循環がなければ村は続かない。心だけでは暮らしは立たない。お金だけでも社会は壊れていく。だから尊徳は道徳と経済は一体だと考えました。尊徳が目指したのは英雄ではない。尊徳が行ったのは誰か一人が村を救うことではありません。一人一人が自分の足で立ち、無理なく支え合う社会を取り戻すことでした。急がない、無理をしない、でも投げ出さない。尊徳の改革は地味で時間がかかるものでした。それでも確実に村は変わっていったのです。現代への問い。私たちは今とても便利な社会に生きています。けれどどこかで行き詰まりも感じています。使い切ること、早く回すこと、それだけで社会は続くのでしょうか。二宮尊徳が残した宝徳思想は受け取ったものをどう未来へ返すか。
というとても静かな問いを私たちに投げかけています。暮らしを続けるということはどういうことなのかということを私たち一人一人が再考する必要があるのかもしれませんね。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。